皆さんこんにちは。ベランダの小さな自然です。今回は我が家の食虫植物たちの成長記録パート2です。パート1の時、この成長記録はシリーズ化して月に1度ぐらいのペースで動画アップできたらいいななんてお話をしていたんですが、今食虫植物たちの成長の勢いがすごくて、1ヶ月後だとかなり成長してしまって、成長過程といいますか、そういうのがあまり分かっていただけないんじゃないのかなっていうふうに思いまして、パート1の撮影日から2週間経っているんですが、今回も我が家の食虫植物たちの様子を見ていただきながら、初心者の方に少しでも参考にしていただけるようなお話ができたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。最初はこちらの虫取りスミレ、これはプリムリフロラという種類なんですが、こうして2週間前の様子と見比べていただくと、葉がだいぶ伸びて緑色の面積が増えているのが分かっていただけると思うんですが、一番の変化は株の中心部分から花芽が出てきたことですね。こうしてほとんどの株から花芽が出てきております。このプリムリフロラはローズと呼ばれる八重咲きタイプの品種で、花の色は白っぽいものから淡い紫色までありまして、満開になるとねすごく綺麗なんですよね。で、この虫取りスミレって種類によって水のやり方が少し違うんですが、このプリムリフロラという種類は割と深めの腰水で、用土もびっちゃびちゃな感じの方が調子がいいみたいですね。私もずっとこのプリムリフロラはこのビオトープの中で管理をしておりまして、今こうして手で持っている下の部分は全部水に浸かっている状態ですね。非常に深い腰水になっております。以前用土のお話をした動画の中で、鉢底に入れる鉢底石の量、水盤の水の高さ、水位と同じぐらいか少し高くすることで、用土は常に湿っているんだけども、用土の水はけ、通気性は良くなる状態が保てるのでいいっていうお話をしてますけども、もうそれを完全に無視した状態ですね。これも鉢底石入ってるんですけどもね、だいたいこのビオトープに入れる場合はどうしても深い腰水になっちゃうんで、そういうのを考えてね、大丈夫なやつを選んで入れているんですけどもね。続いてはハエトリソウです。この辺りはパート1の時とちょっと置く位置が変わっちゃったりしてるんですけども、まず手前のこの3つは今年に入って購入したハエトリソウなんで違うんですけども、どのハエトリソウもとても元気に成長してくれております。中でも特に勢いがあるものをね、いくつか紹介したいと思います。こちらは野々山園芸さんのビッグっていう品種です。葉柄部分が幅広くて波打ってて力強いっていう印象の捕虫葉ですよね。ここに花芽が出てますけども、ハエトリソウって花を咲かせると株が弱ってしまうので、どうしても花が見たいとか種が取りたいとかっていうのがなければ、早めに花芽ってカットした方がいいって言われておりますけども、今からお話しするのは私の経験上でお話をするので、全て当てはまるかどうかっていうのは分かんないんですけども、確かに花を咲かせると新しい捕虫葉って出てこなくなるんですよね。ただカットしても花芽が出ている成長点からは捕虫葉ってほとんど出てきません。じゃあどうなるのかっていうと、別に成長点を作ってそこから出てくるんですよね。なので見た感じ株が大きくなったような印象なのかなって思います。株が弱ってしまう、中には枯れてしまうって書かれている記事もありますけども、実際に連続して花を咲かせたとか長期にわたって花を咲かせ続けたっていう経験はないので、そのあたりはねどうかっていうのはちょっとよく分かんないんですけども、確かに花を咲かせるとそちらに株がエネルギーを使うっていうのはあるみたいですね。こちらは秋田県にある花梓さんっていう農園で購入したハエトリソウなんですが、これノーマルタイプなんですけども、ちょっとね雰囲気違うんですよね。年によってまちまちなんですけども、この葉柄の真ん中に赤いラインが入ったり、こちらもねちょっとこうギザギザの部分が太いというか癒着しているというか違いますよね。こんな感じの捕虫葉が出てきたりもします。私はねとてもお気に入りのハエトリソウなんですけどもね、こちらはカクタス長田さんのブリストルトゥースという品種です。
めちゃくちゃこのギザギザの部分かっこいいですよね。こちらもね順調に成長しております。こちらもカクタス長田さんのところのハエトリソウで、通称 SP 赤と呼ばれるノーマルタイプのタグが立っているのに株全体が赤くなる個体ですね。こちらもすごく元気に成長してくれております。で、今年購入したこちらのハエトリソウ、これもカクタス長田さんの SP 赤なんですけども、色の方はねこれからどんどんと赤くなってくると思うんですが、この補充葉のギザギザ部分が以前から我が家にいる SP 赤と比べるとちょっと違いますよね。どちらかというと先ほど見ていただいたブリストルトゥースに近いと思うんですけども、実はこの SP 赤、この縁のギザギザ部分が数タイプありまして、そういうのを集めてみるのも面白いかもしれませんね。サラセニアも元気に成長してくれております。補充葉も伸びてきましたけども、この花芽がね2週間前と比べると随分と伸びてきましたよね。こちらもこのフラバもね2週間前と比べると随分と変わってますよね。こちらなんかもう花が開きそうですけども、で先ほどハエトリソウのところで花を咲かせると株が弱ってしまうっていうお話しましたけども、他の食虫植物だったらどうなんだろうっていうことで、一度このフラバ花芽全部カットして育てたことがあるんですけども、カットした時としてない時であまり変わりはなかったですね。もしかすると私の栽培技術が足りないためにカットした株がそんなに大きくならなかったのかもしれないですけども、そんなハエトリソウほどね変化はなかったですね。最後はモウセンゴケです。こちら他の食虫植物の用土から自然に生えてきたモウセンゴケなんですけども、おそらくね糸葉モウセンゴケっていうやつだと思うんですが、随分とね補充葉が伸びてきましたよね。こちらの四つ股モウセンゴケも2週間前は何も出てなかったんですけども、こうして補充葉が伸びてきております。こちらの八つ股モウセンゴケも2週間前は何も出てなかったんですけども、こことあとここにね新しい補充葉が出てきております。はい、いかがだったでしょうか。食虫植物たちの成長記録パート2ということで、こちらのビオトープのあるベランダで一年中屋外栽培している我が家の食虫植物たちの現在の様子をざっと簡単にですけども見ていただきながらいろいろとお話をさせていただきました。これからパート3パート4とやっていきたいなと思っているんですが、期間とか決めずに私が日々観察して前回より少し変化が出てきたなと思ったら動画にして皆さんに見ていただきたいなと思います。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思ってらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも初心者の方に分かりやすくを心がけて食虫植物に関するいろんな動画アップしていきますので、またぜひご覧になってください。よろしくお願いします。